はい、こんにちは、さくらです。今日はスマホ一つで VTuber になることができるスマホ版 VTube スタジオを使い方も含め紹介していきます。VTuber に興味はあるけど、なんだか難しそうと思っている人にこそ使ってもらいたいアプリですので、ぜひ最後までご視聴ください。また、このチャンネルでは、主に VTuber 活動をやるために必要なアプリを紹介していますので、よろしければチャンネル登録お願いします。それでは早速やっていきましょう。まずは Apple Store で VTube スタジオと検索して、本体をダウンロードし起動します。私が Android を持っていないので iOS 版の紹介になりますが、 Android の人は Google Play で同じように検索してダウンロードしてください。初回起動時にカメラへのアクセス、デバイスへの検索及び接続を求められるので OK をタップします。インフォメーションとしてパソコンと接続する場合、ライセンス、アプリに問題がある場合、3つ表示されますが、次回から表示しないをタップすることで表示されなくなります。また、画面左下に動くキャラクターが表示されますが、有料版にすることで表示されなくなります。無料版のままだと左下にずっと表示されますので、気に入ったら有料版を買いましょう。VTube スタジオを起動すると、画面には何も表示されていません。アバターの変更は画面左側の人型アイコンをタップします。4種類のアバターがあるので好きなのを選んでください。試しにしおりを選んでみます。インフォメーションが表示されますので、不要であれば次回から表示しないにタップしておきましょう。表示されたアバターを非表示にするには、モデルをアンロードをタップします。自分のモデルをインポートはスマホだけではできないので、まずはスマホだけでできることを紹介していきますので、自分のモデルをインポートの方法は最後に説明します。左側のメニューを消したい場合は、一番下のバツをタップします。メニューを表示させたい場合は、ダブルタップで表示されます。カメラの設定は特にありませんが、トラッキングの構成をするときに、カメラアイコンをタップして、右側に表示されたところをタップすると構成してくれます。カメラアイコンを一度タップすると、自分が右側にずっと表示されてしまいますので、不要な場合はもう一度カメラアイコンをタップして非表示にします。また、カメラアイコン隣のアイコンをタップしても構成をしてくれます。背景設定は画面左側のピクチャーアイコンをタップします。数種類あるので好きなのを選んでください。アイテムを使いたい場合は、画面左側のピクチャーアイコン隣の星アイコンをタップします。アイテムが数種類表示されますので、使いたいアイテムを選択します。アイテムを選ぶとアイテム設定が表示されます。
はレイヤーをイメージしてもらうと分かりやすいのですが、アイテムをどの階層に置くのかを決めます。スムージングは画像処理で数値を上げれば補正が入って綺麗に見えることだと思いますが、正直違いがわからなかったです。アニメーションの FPS は数値が高いと滑らかな動きになりますが、アイテムに数値が決まっているので、それ以上の数値は特に意味がありません。ライブ 2D モデルにつけるは、つけたいところにアイテムをドロップするとアイテムがつきます。アバターを動かした時にアイテムも一緒に動きます。つけなければ単独扱いになります。反転とモザイクはそのままの意味です。アバターの位置をロックしたいときは、画面左側の黄色い鍵マークをタップします。また、アイテムのロックはその隣のマークをタップします。ロックの解除はもう一度それぞれのアイコンをタップすれば解除されます。スクリーンショット自撮りのやり方。画面左側、人型アイコン隣のアイコンをタップします。スクリーンショット自撮りが表示されます。デフォルトのタイマーは3秒に設定されていますので、必要に応じて数値を変更してください。背景を透明にするは、オンの場合は背景が白くなります。オフの場合は画面の背景も一緒に映ります。状況に応じて変更してください。設定が終わったら最後に OK を押すとスクリーンショットを撮ることができます。撮り終わったら保存かシェアの好きな方を選んでください。設定は画面左の歯車アイコンをタップします。設定項目はたくさんありますが、必要なところだけ説明します。スパン設定のロゴを隠すはオンにすれば画面左下に VTube スタジオのロゴの表示が消えます。表示にしたい人はオンにしておいてください。設定画面のカメラアイコンをタップすると、下の方に動画を撮る項目があるので、画面を録画したい場合は、ここの録画開始をタップすれば、録画することができます。今のところ、録画機能しかないので、配信はできないです。設定画面の人アイコンをタップすると、物理の設定方法があるので、物理の倍率と風の強さの数値を変更すると動きが変わります。オフにすれば何も動きません。設定画面のビデオアイコンをタップすると、キーバインドの設定が表示されます。キーバインドはキーを押したときに操作させる機能を割り当てる行為です。キーバインドアクションのアニメーションがないとできないみたいなので、私はここは操作していません。それでは自分で用意したモデルを使いたい場合のやり方ですが、これにはパソコンが必要になります。iPhone をパソコンにつなげて iTunes を起動します。ファイル共有、
VTube スタジオ。ライブ 2D モデルズの保存をクリックします。デスクトップを選択します。デスクトップに保存されたライブ 2D モデルズフォルダーに自分のモデルを置きます。ライブ 2D モデルズフォルダーを iTunes にドラッグ&ドロップ。置き換えるを選択して iTunes を終了します。iPhone で自作モデルの選択が可能になります。最後、まとめになりますが、スマホ版 VTube スタジオはトラッキング精度が高い、操作が簡単、無料でも使える、録画はできるが配信はできない、プチアバターは少ないけどパソコンでアバターを増やすことができる。誰でも簡単に VTuber になることができるので、興味のある人は一度使ってみるといいでしょう。また、もし本格的に VTuber をやってみたい人は Steam 版をおすすめします。Steam 版については以前の動画で紹介していますので、こちらもご視聴ください。以上でスマホ版 VTube スタジオの紹介でした。それじゃあまたねー。